のささやきの朗読や深夜の高速を走るとき、必ず思い出す男がいる。最初に見たのは3年前。夜の2時だった。東北道の小さな休憩所。人気が全くないのに、照明だけは妙に明るくて、トラックを止めると広い駐車枠の隅で、黒い帽子の男がじっと立っていた。二大点検のためにライトを照らして歩いていた時だ。その男は動かない。見ているのか見ていないのかもわからないほど表情が薄かった。ただこちらの動きに合わせるように首だけを少し傾けた。その角度がまるで知っている顔を探しているみたいで気味が悪かった。だがその日は深く考えずに出発をした。だが奇妙なのは次の日の深夜だ。別の高速、別の休憩所。時間も方角も全く違うのに、同じ黒い帽子の男がそこにもいた。姿勢も同じ。照明に照らされて、影が細く伸びたその位置すら、前日とそっくりだった。仕事柄、夜中の走行は多い。それから2週間のうちに5回も見た。会いに行くような距離でも時間でもないのに、必ず立っているんだ。しかも、誰かと話しているところを一度も見たことがない。飲み物を買うでもなく、トイレに入るでもなく、ただ休憩所の端に立っているだけだった。運行仲間にそれとなく聞いてみたことがある。黒い帽子の男、見たことない？帰ってきたのは曖昧な首の動きだけだった。誰もはっきりとは知らないらしい。だが言葉を濁しながら、一人の先輩だけがぽつりと言った。あいつか。まだいるんだな。その言い方が妙に引っかかった。まるで前から知っていたような、そんな雰囲気だったんだ。だが本当におかしいのは、ある休憩所で、そいつが俺の名前を知っていたあの夜からなんだ。名前を呼ばれたのは、群馬方向へ向かう夜だった。気温も低く、走りやすい日だったが、胸のざわつきだけが落ち着かなかった。理由ははっきりとしていた。前の晩も、その前の晩も、休憩所の端にあの男が立っていたからだ。どこへ行っても必ずいる。同じ距離感、同じ姿勢。それが偶然で済むはずがないと、内心では思っていた。だが目を合わせなければ気づかないふりができる。それくらいの距離だった。問題が起きたのは休憩所に入った時だ。照明が白く地面を照らし、売店の窓が暗いガラスを広げている。トラックを止めて、エンジンを落ち着かせながら窓越しに外を眺めていると、いつもの位置に黒い帽子の男が立っていた。近づくわけではない。ただ向きだけが変わっている。まっすぐと俺の方を向いていた。背筋が冷えるような感覚があった。いつもは少し横向きだったのに、今日は真正面。しかも距離がやや近い。ほんの数メートル分。けれどその数メートルが恐ろしく重かった。しばらくエンジン音だけを聞いていた。降りるべきか迷っていたとき、後ろから軽いノック音がした。トラックではなく窓ガラスだった。振り向くと誰もいない。だがもう一度ノックが鳴った。今度は運転席のドアの方から。どうせ風か虫かなんかだろう。そう決めつけようとした瞬間、左側の窓の外に黒い何かがゆっくりと滑ってきた。帽子だった。
その下に男の顔。窓のすぐそばに立ち、覗き込むようにして口を動かした。声は小さい。だがはっきりと聞こえた。山口さんですよね。心臓が跳ねた。名前を教えたことなんて一度もない。会社の制服にも名札はないし、トラックのどこにも運転手の名前なんて書いていない。なのになぜ知っている？男は窓に手を添えた。指先がガラスに触れた瞬間、妙に黒ずんだ跡が残った。影のような、すすのような、触れた部分だけが濁る。気をつけてください。次は間に合わないかもしれないので。男はそう言い、ふっと消えるように離れていった。足音はなかった。照明の下に立つ影もいつの間にか消えていた。胸騒ぎが収まりきらないまま、俺は再び走り出した。だが、間に合わないという言葉の意味を痛感したのは、その2時間後のことだった。夜明け前、山間のトンネルに差し掛かった頃、路肩に1台のトラックが止まっていた。ハザードが点滅し、運転席のドアが半開きになっている。事故のようにも故障のようにも見えたが、周囲に人影がない。とりあえず近くまで寄って状況を確認することにした。助手席側に止めてライトを向けると違和感に気づいた。運転席の足元に靴が一つだけ転がっている。だが足跡がない。雪でも泥でもない舗装路だが、人が降りたなら何かしらの痕跡が残るはずだ。俺は無線で会社に一報を入れようとしたとき、コツコツと規則的な音が響いた。靴底がアスファルトを叩くような音。だが歩幅が妙に狭く、リズムが均一すぎる。人間の歩き方ではない。嫌な予感に逆らえずライトを向けた。薄暗いトンネルの中、黒い帽子の男が立っていた。全く動かず、濁った白い照明を背にしてこちらを見ていた。距離はあるのに顔がはっきりとわかる。輪郭が浮いて見えるほど肌が不自然に白かった。次の瞬間、男の右側から何かがゆっくりと地面に落ちた。それは運転手の名札だった。半開きのドアのトラックの運転手。その男のものだと一目で分かった。間に合わないの意味が理解できた。黒い帽子の男はトラッカーを迎えに来る存在なんだ。どの休憩所にもどの夜道にも現れる理由がはっきりとした。事故を知らせに来ているのではなく、次を選びに来ている。名前を知っていたのはそういうことだ。あの夜俺は選ばれかけていた。はっと気づいた。トンネルの暗闇で男が少し前に動いた。歩くのではない。滑るように距離が縮んでくる。顔がぶれるほど速いのに足は動いていない。体が固まった。逃げなければいけないのに膝が動かない。その瞬間、背後で大型車のエンジン音がはぜた。反射的に振り返ると、向こうから走ってきたトラックがハザードのトラックを大きく避けて通り過ぎていく。ライトが強烈にトンネル内を照らした。黒い帽子の男の姿が消えていた。本当に跡形もなく。震える指で無線を掴んだ。呼吸が乱れているのに、声だけは必死に平然を装った。トンネルに事故車両あり、運転手は見当たりません。応援お願いします。帰ってきた返事の途中、耳元で小さな声がした。次は逃がしませんから。振り返った時には誰もいなかった。だが助手席の窓にだけ黒い手形がくっきりと残っていた。
外側ではなく内側に。それを最後に俺は深夜の長距離を降りた。どの休憩所でもあの影が待っているのが目に浮かぶからだ。深夜の帰り道、田んぼの中を伸びる一本の農道を走っていた。街灯は少なく、車のライト以外は何も見えない。左右には真っ暗な田んぼが底の見えない穴のように広がっている。昼間なら見慣れた景色のはずなのに、その夜はなぜか妙に気配が濃かった。窓を閉めていても湿った土の匂いが入り込んでくる。ワイパーも動かしていないのにフロントガラスがうっすらと曇った。その時ライトの先で何かが揺れた。最初はただの棒に見えたが、近づくにつれて形がはっきりとした。農道沿いの稲の端に立つ古いかかしだ。麦わら帽子、藁が飛び出した腕、よれた作業服みたいな布切れ。ただ普通と違うのは、顔が布で覆われているのに、なぜかこちらを見ているように感じたこと。目が描かれているわけでもない。布に穴が開いているわけでもない。それなのに道路の脇に立つそのかかしが、まるで俺の通過を待ち構えているように感じた。胸がざわついた。横目に見ながら通り過ぎようとアクセルを踏む。だが通り過ぎる瞬間、かかしの顔がゆっくりとこちらへ向いたんだ。布の下に骨格があるみたいな硬い角度の変わり方。首があるはずのないかかしが俺の車に反応するように回転をした。思わずブレーキを強く踏んでしまい、車体が揺れた。嘘だろ？今動いたよな。バックミラーで確認しようとしたが、視界の端で何かがおかしいことに気づいた。かかしが道路の反対側に移動していたんだ。さっきまでは左側の田んぼに立っていた。それが今は右側に立っている。距離は10メートル以上離れていて、風で倒れたとかそんなレベルではない。体がこわばった。逃げようとアクセルを踏んだ瞬間、右側のかかしがまたこちらを向いた。布の下で骨のきしみみたいな音がした。ギチ、ギギギと硬い何かがひねられる音。俺は怖くなって視線を前に戻した。だがその瞬間、心臓が跳ね上がった。なんと前方にもかかしが立っていたんだ。ありえない。一本道だ。どっから出てきた？ライトに照らされたかかしは、布の顔の中央に黒いシミのような跡があり、それが穴のように見えた。その穴がまっすぐ俺の車を見ている。やばい。絶対に止まっちゃいけない。直感がそう警告していた。俺はギアを入れ直し、全力でアクセルを踏んだ。かかしに突っ込むつもりではなく、すり抜ける隙間を探した。だがすぐに理解をした。どの角度から見ても、かかしがこっちを向いたまま動かない。まるで首が回転し続けて、必ず俺を見てしまうように。喉がカラカラに乾き、背中に汗が流れた。この道を抜けなきゃ助からない。そう思って前へ出た瞬間、かかしの腕がゆっくりと上がった。手招きをするように、指のない藁の腕を前へ突き出して。入れ、そう言われた気がした。俺は無意識にブレーキを踏んだ。ライトの中心にかかしが浮かび上がる。首を完全にこちらへ向けきっている。ここでやっと理解をした。あれは鳥よけではない。人間を呼び込むために建てられたものなんだ。かかしの腕がまっすぐこちらへ向いたまま微動だにしない。藁でできたはずの腕が
まるで骨格を持つ生き物のように硬い角度で突き出されている。車のライトに照らされたその姿がどうしても人間の待ち構える仕草にしか見えなかった。アクセルを踏み直した。このまま突っ切るかもしれない。早く道を抜けないと。だが車が動こうとした瞬間、ザッ、ザザッと後方の闇で何かが走るような音がした。振り返るのが怖くてミラー越しにそっと確認する。後ろにもかかしが立っていた。どれだけライトを遠くまで伸ばしてもそこに人影はなかったはずだ。なのに今はさっきと同じ布で顔を覆ったかかしが道のど真ん中に立っている。距離はほんの15メートル。さっきより近い。しかも布の顔の中央にあった黒い穴がわずかに開いている。息が止まりそうになった。前方にもかかし、後方にもかかし、挟まれてしまった。道の左右は深い田んぼ。U ターンもできないし、逃げようがなかった。ライトを弱めると、かかしの輪郭がじわりと滲む。布の奥に何かがうごめくのがわかる。人の顔が隠れているというより、顔が最初からない。その空洞の奥で何かがこちらを見ている。と次の瞬間、前方のかかしが足を一歩だけ前に出した。藁でできた足が硬い地面に確かに踏みつけた。藁ではありえない音。コツッと人のつま先で踏むような乾いた音。背筋が一気に冷たくなった。頭のどこかが理解した。これはあくまでかかしの形をしているだけの何か。恐怖で視界がにじみ、アクセルを踏み込んだ。どんな形であれ、まだ前は空いている。すり抜けられる距離はわずかでも突破するしかなかった。ギアを入れ、車が動き始めた。だがその瞬間、車体の屋根で音がした。トン、トン、トン。軽いが歩くリズムのような音。まるで誰かが屋根の上をゆっくりと歩いている。絶対に見てはいけない。そう直感したが、視線が勝手に窓の方へ向いてしまった。そこにはかかしの布の顔が水平に滑るように並んでいた。外を走れるはずのないかかしが窓に沿うように速度を合わせてきている。布の下の黒い穴が俺の顔の高さにある。至近距離だ。怖すぎて涙がにじんだ。もう前を見て走るしかない。このまま止まったら絶対に終わる。そう思ってアクセルを踏み込んで、かかしの肩をするようにしてすり抜けた。布の表面がフロントガラスをかすめ、藁の束がミラーを叩いた。その時、バサッと何かが車体の上に落ちた。次の瞬間、車内灯だけが一瞬だけつき、助手席に藁の指のようなものが落ちた。人の指ほどの太さの藁の束。だが先端が爪の形に削れている。自然にちぎれた藁ではない。これは意図的に形を作られたものだった。拾い上げようとした瞬間、助手席の足元で藁が動いた。床マットの上で藁の束がうごめいている。まるで何かに使われていた余った指だけが車内に転がり込んできたように。呼吸が荒くなる。早く、早くこの道を抜けなきゃ。そう焦って前を向いた瞬間、心臓が止まりかけた。またかかしが前に立っていたんだ。どう見てもさっきすり抜けたものと同じ。布の顔の黒い穴がさっきよりも大きく開いている。そして穴の奥で何かが動いている。それが口の形を作っているのが分かった。入れ。はっきりと聞こえた。間違いなく聞こえた。
かかしはもう人ではない何かに変わり始めている。急いで脇道に目をやった。普段なら絶対に入らないような細い未舗装路。でも行くしかない。かかしの前はもう通れない。左へ急ハンドルを切り、脇道に飛び込んだ。泥を巻き上げながら細い道へ滑り込んだ瞬間、バックミラーの端でかかしがこちらに向かって走り始めるのが見えた。藁の足なのに車より速い。息が詰まった。この道の先に逃げ道はあるのか、それとももっと深い場所へ連れて行かれるのか。俺はまだこの時知らなかった。この脇道こそがかかしが招き入れようとしていた場所だった。脇道へ入り込んだ瞬間、世界の空気が変わった。湿った土の匂いが急に濃くなり、ヘッドライトが照らす先は背丈を越える雑草で両脇が塞がれている。舗装はなく、泥と砂利が混じった細い道。タイヤが取られ、スピードが出ない。後ろを確認する。バックミラーの奥、農道の入り口にまたかかしが立っていた。さっきまで田んぼの中央にいたはずのそれが、今は脇道の入り口に移動している。しかも布の顔の黒い穴はさっきより大きかった。縦に裂けたような形になって、穴の奥がぬらりと揺れている。やばい、来る。アクセルを強く踏み込むが、泥の抵抗で思うように進まない。それでも必死に車を前に押し出した。だがすぐに気づいた。この脇道、どこまで行っても同じ景色だ。左右は雑草、地面は泥。ライトが照らす先に曲がり角の分岐もない。一本道のはずなのに、前方の草の揺れ方がさっきと同じに見える。まるで道がループをしているような感覚だった。喉が渇き、背中がびっしょり濡れた。焦りで呼吸が乱れ始めたとき、背後から音がした。ザッ、ザッ、ザッと規則的な足音。藁で歩くとは思えない、はっきりとした人の足音。俺はミラーを見る。かかしが歩いていた。泥を踏むたびに藁の体がわずかに揺れる。速度はゆっくりだが、歩幅が異常に長い。あっという間に距離が詰まった。穴の奥で何かが動いている。黒い穴の形が笑っているように歪んだ。恐怖で涙が出そうになり、前へ逃げないと、そう思って顔を戻した瞬間、前方にもかかしが立っていた。完全に一本道を塞ぐ位置。ライトで照らされた布の顔の中央には縦に裂けた穴。そこから白い指が一本、ニョキッと突き出てきた。藁ではない、人の指だ。爪のついた白い生の指。それが布の穴から生き物のようにゆっくりと外へ伸びてきている。ふざけんな！反射的にハンドルを左右に切ったが、脇道の幅は狭く、どこにも逃げ場はない。バックしようかとミラーを見た瞬間、心臓が止まりかけた。後ろのかかしがもう車のすぐ後ろにいた。距離にして2メートル。ありえない速度だ。そのかかしの顔の穴からも白い指が何本も伸びてきている。まるで獲物をつかむみたいに、外へ手を出しているみたいに。このままじゃ挟まれる。終わる。パニックの寸前の中で、脇道の右側にわずかな切れ目があるのに気づいた。草が倒れていて、車がギリギリ通れそうな細い獣道のような隙間。もう選択肢はない。そこへ突っ込むしかない。俺はハンドルを切り、草を押しのけながら細道へと進入した。その瞬間、車体の右側を何かがガリッ
とこすった。鏡越しに見えたのはかかしの腕。伸びた指が車をつかもうとしていた。車体を揺らしながら細道へ突破する。藁の束がミラーに絡まり、バサッとちぎれ飛んだ。しばらく走ると急に視界が開けた。脇道の出口だ。両方には見慣れた県道の風景。車の通る声も聞こえる。助かった。そう思った。だがふとバックミラーを見ると全身の血が冷えた。細道の暗闇の奥にかかしの顔がぎゅうぎゅうに詰まってこちらを向いていた。無数の布の顔、無数の黒い穴、全部が同じタイミングで首を傾ける。その瞬間、助手席の足元でカサッと音がした。怖くて見たくなかったが、ゆっくりと視線を向けると、さっき落ちていた藁の指が勝手に立ち上がった。藁なのに骨を持った指のように一本ずつ動き始めた。そして俺の太ももにそっと触れた。その瞬間、頭の中に声が流れ込んできた。連れて行けた。あなたもこっち。慌てて車を跳ねるように押し出し、県道へ飛び出した。後ろを見る勇気はなかった。家に帰って車を降りたとき、足は震えていた。助手席を確認する。藁の指はもうなかった。落ちていない。座席にも床にもない。ただ一つだけ見つかった。助手席のシートの糸が内側から引っ張られたようにほつれていたんだ。布の隙間からわずかに茶色い藁が覗いていた。かかしはまだ俺の車に乗っている。夜の11時を少し回った頃、スマホが突然鳴った。こんな時間に電話をしてくることはほとんどない。胸の奥がざわついた。迎えに来てほしい。声は弱いがはっきりとしている。どこにいるのかを聞くといつもの住宅だという。ただ少し息が荒い。俺は急いで上着をつかみ外へ出た。車なんて持っていない。しかもこんな時間に走る電車もない。通りに出た瞬間、一台のタクシーが減速した。手を挙げた覚えはないが、後部のドアが開く。俺は事情を説明し、祖母の住所を伝えた。運転手は短くうなずき、車を走らせる。車内は静かで、ラジオも流れていなかった。窓の外に流れる街灯を見ながら、俺はさっきの祖母の声を思い出していた。どこか迷っているような響きだった。最近、会ってますか？と不意に運転手が聞いてきた。え？おばあさんにですよ。言葉に詰まった。正直に言えば半年以上顔を出していない。仕事が忙しい。それを理由にしてきた。いやー、忙しくて。そう答えると運転手は小さくうなずいた。みんなそう言いますよ。その言い方には妙な重さがあった。祖母の家がある住宅街に入る。だが近づくにつれて違和感が増してきた。明かりが少ない。人の気配もない。まるで時間が止まっているようだった。胸騒ぎが強くなる。祖母の家の前でタクシーが止まったが、玄関の明かりは消えたままだった。いつもなら縁側の電気がついている時間なのに、窓は真っ暗で、庭の木の影だけが揺れている。インターホンを押すが反応はない。もう一度押しても同じで、さっきまで確かに電話で話していたはずなのに、
その気配すら感じられなかった。胸がざわつく。スマホを取り出して履歴を見るが、祖母からの着信は残っていない。こちらからかけ直そうとしても、発信履歴がない。まるで最初から電話なんてなかったかのように。画面は静まり返っている。俺はおかしいと思いながらも運転手に事情を話すと、彼は慌てる様子もなく言った。病院かもしれませんね、と静かに。病院という言葉で背中が冷えた。車は再び走り出し、近くの救急病院へ向かう。夜間の入り口の明かりが見えたとき、救急車が一台止まっているのが目に入った。受付で祖母の名前を告げると、看護師がこちらを見て少し間を置いた。ご家族の方、先ほどいらしてましたよ。意味がわからずに聞き返すと、同じ名前の男性が来て説明を受けたという。そんなはずはない。俺は今、ここに来たばかりだ。時間を確認する。搬送されたのは1時間前。電話を受けたと思った時刻より前だ。頭の中で何かがずれる。振り返るとガラス越しにタクシーがまだ待っているのが見えた。運転手は動かずにこちらを見ている。その視線になぜか責められているような感覚を覚えた。看護師に案内されて処置室の前で止まった。祖母は意識を失った状態で搬送されたと言われたが、命に別状はないらしい。ただ発見が少し遅れていたら危なかった、と淡々と説明された。発見されたのはご家族の方ですよ。そう言われてまた胸がざわついた。誰がですか？お孫さんが様子を見に来てくださって。その言葉で血の気が引いた。俺は今ここにいる。看護師は首をかしげた。先ほど説明を受けてすぐ帰られましたよ。頭の中が静かに揺れる。祖母は自室で倒れていたらしい。電話はしていないという。夕方から体調が悪くなって誰にも連絡できなかったはずだと。俺は廊下へ出る。夜間入り口の外にさっきのタクシーがまだ止まっている。エンジン音は聞こえないのにライトだけが静かについている。ゆっくり近づくと後部座席に人影が見えた。ガラス越しに見えたのは俺だった。今の俺より少し疲れた顔で運転手の横を見つめている。あの電話を受けた直後の顔だとなぜかわかった。運転手が窓を少しだけ下げる。間に合いましたね。その声は責めるでもなく喜ぶでもなく、ただ事実を確認する響きだった。さっき来た俺は何なんですか？そう問いかけると運転手は視線を前に戻した。迎えに行かなかったあなたですよ。意味を理解するまでに時間がかかった。もし電話を無視していたら、もし忙しいからと明日にしていたら、あの後部座席にいる俺が本来の姿だったということか。タクシーのライトがゆっくりと消える。後部座席の俺も暗闇に溶けていった。次の瞬間、そこには誰もいない。そしてポケットの中でスマホが震えた。画面には先ほどの時刻に届いた着信が1件。祖母の名前。俺は病院の明かりを見上げた。今夜迎えに来たのは俺だったのか、それとも迎えられかけていたのか。その答えだけが胸の奥に重く残った。
あの竹林に入った夜の空気は今でも忘れられない。思い出すと胸の奥がキュッと縮む。あそこで車中泊なんて絶対にしちゃいけなかった。地元の古い人はあの竹林を結界が張られた場所という。理由は教えてくれない。ただ真ん中を踏むな、奥を見るな、夜に近づくな。その三つだけは耳が痛くなるほど繰り返された。その日俺は遠出の帰りで眠気に負け、たまたま竹林の入り口に車を止めてしまった。本気で寝るつもりではなかった。少し休んだらすぐ出るつもりだった。エンジンを切った瞬間、空気が沈んだ。竹が風もないのにピシッとなる。葉の揺れる音もしないのに、薄いざわめきだけが耳に残る。森や林とは違う、閉じられた部屋の中みたいな息苦しさがあった。変な場所だなぁ。独り言をつぶやいたその声が自分のものではないように響いた。車の外は真っ暗。街灯どころか星の光すら竹に遮られて見えない。ライトを一瞬つけても緑の壁が跳ね返すだけで奥行きがない。そこでふと気づいた。竹林の奥、真ん中だけ色が違う。黒くぬめるような闇が帯のように横たわっている。まるで細長い穴が地面に開いているみたいに。嫌な予感がして視線をそらした瞬間だった。車体のどこかがコンコンと叩かれた。弱いけれどはっきりとした音。俺はゆっくりと振り向いて窓の外を見る。誰もいないはずの暗闇に竹の影とは違う丸い影が窓の高さでゆっくりと揺れていた。呼吸が止まる。その影は竹林の奥、さっき見た黒い帯の方向へふらりと動き、次の瞬間窓の横に立っていた。輪郭がわからない。人かどうかもわからない。ただ確実にこっちを見ている何かだった。そして車のすぐ外で、こっちとかすれた声がした。その声は人の声ではなかった。窓の横に立ったそれは人の形とは少し違っていた。首の位置が高すぎる。肩の落ち方もおかしい。何より輪郭が竹の影と混ざって境目がわからなかった。その曖昧な形が窓のすぐ外でぬるっと動いた。俺はシートに体を沈め息を止めて固まった。懐中電灯をつけようとは思わなかった。光を当てたら見えてはいけないものまで見える気がした。その時竹林の奥でパキッと大きな枝の折れる音が響いた。同時に車の反対側でコンコンと叩く音。運転席の外、後部ドアの外、タイヤ付近。まるで何体もが車を囲んで場所を移動しているみたいに音があちこちから聞こえてきた。ふざけんな。なんだよこれ。声が震えていた。だが怒りでも恐怖でもなく、ここにいてはいけないと全身が理解してしまった時の声だった。ふと視界の端で竹が揺れた。風はないのに竹一本だけが不自然に曲がり、次々と奥へ向かって押し倒されるように揺れていた。まるで竹林の奥で何か巨大なものが動いている。嫌な汗が背中を流れた。そしてさっきの黒い帯の位置から人のものではない四つん這いとも違う歩き方の影がにじみ出てきた。影の中心だけ真っ暗で形がない。手足らしきものが地面をつかむたびにザリッザリッと砂を引きずる。それがまっすぐ車へと向かってくる。
俺はスマホに手を伸ばしたが画面がつかなかった。バッテリーはあった。なのに光らない。何度押しても反応しなかった。これはやべえな。とつぶやいた声が自分のものに聞こえなかった。影は車の数メートル手前で止まり、ゆっくり首らしきものを上げた。その形のない顔が確かにこっちを見た。そして、中、と小さく言った。そいつは中に入れてと言っている。でも声は人ではない。湿った土の音や竹が折れる音が混ざったようなありえない声だった。次の瞬間、車のすべての窓がドンと内側へ押された。誰かが本気で押し込んでいるような衝撃。ひびが細かく広がった。あと一押しで割れる。俺は震える手でキーを回そうとした。その瞬間、車の真横の闇からまるで耳の中に直接入ってくるような声がした。もう入ってるよ。もう入ってる。その声を聞いた瞬間、背中を氷でなぞられたみたいに体がこわばった。入れてもいないのに、もう中にいる。俺は意味を理解するより早く、運転席の後ろ、すぐ耳の後ろで、コトッと小さな音がした。まるで誰かがそこに指を置いたみたいな軽い音だった。俺は振り向けなかった。もし見れば終わると全身が言っていたんだ。外ではガラスを押す衝撃が続き、内側からも何かが動いている。外と中のどちらに何がいるのか、もうわからなかった。そして突然竹林全体がバサッと音を立てて揺れた。風ではない。竹一本一本が巨大なものに触られたみたいに同時に揺れる。その波が中心、黒い帯へと収束し、地面が脈を打つようにボコリ、ボコリと盛り上がった。闇が呼吸をしている。そうとしか表現できなかった。俺は反射的にキーを回した。エンジンがかかり、ライトが竹林を切り裂く。その瞬間、後ろのシートでバサッと何かが立ち上がった気配がした。振り向けない。見るな、見るなと頭の中で叫び続ける。ライトに照らされた竹林の奥では、黒い帯が生き物のようにうねり、四つん這いの影がその中へと吸い込まれようとしていた。だが戻る前にそいつは最後にこちらを振り返った。形のない顔の位置がライトの端にぬるっと入る。それだけで心臓が握りつぶされるような圧がかかった。俺はアクセルを全力で踏み込んだ。竹林の間を抜けながら、外でドン、ドン、ドンと車体を叩く音が続いた。背後では竹が折れる音と何かが地面を引きずる音が重なり合う。絶対に振り返らなかった。後ろに何がいるのか分かりたくなかったからだ。結界の手前まで一気に走り抜け、外の空気に触れた瞬間、すべての音が止んだ。息を整え、恐る恐るバックミラーを見た。竹林の奥、さっき黒い帯があった場所に白い顔だけがこちらを向いて立っていた。体はない。顔だけが竹の間に縫い付けられたみたいに浮かんでいたんだ。そしてその顔の下、地面の土が人の手の形に盛り上がって揺れていた。俺は叫びながらその場を離れた。翌朝車を確認すると、後部座席のフロアマットに湿った土が一握り落ちていた。今でもあの竹林には近づけない。結界の奥に何が入ってきたのか知りたくもないからだ。
深夜の高速サービスエリアで休憩をしていた帰り道だった。連休明けの深夜2時、利用者もほとんどおらず、駐車場にはトラックが3台、乗用車が数台散らばっているだけだった。売店の明かりは落ち、自販機の光だけが静かに地面を照らしている。その薄暗い光に吸い寄せられるように、俺はふと建物脇にあるベビールームの前を通った。普段なら完全に無人で、深夜には鍵が閉められているはずの場所だ。だがその夜は、ドアの小窓からかすかに淡い明かりが漏れていた。まだ清掃中か？最初はそう思った。だが人の気配がないし、静かすぎる。耳を澄ませた瞬間、背中にひやりとしたものが走った。ベビールームの奥から赤ん坊の泣き声が漏れてきたんだ。おんぎゃーでも、うわーんでもなく、息を詰めるようなか細い、ヒュー、ヒューという泣き方。明らかに眠ったまま泣き始めた赤ちゃんの声だった。こんな時間に？深夜2時に？しかもスタッフ用の鍵がないと入れないはずの部屋で？俺は胸の奥がざわつきながら小窓に目を近づけた。ベビールームの中は薄く明かりがついている。清潔な白い床、授乳用の椅子、ベビーベッドが1台。そのベッドに赤ん坊の足だけが見えていた。生きているように動く柔らかい小さな足。白い毛布に包まれ、膝から下だけが毛布の端から覗いて揺れていた。泣き声は間違いなくそこから聞こえる。俺は心配の方が先に立ち、ドアノブをそっと押した。深夜は施錠されているはずなのに、ドアは簡単に開いた。薄暗い部屋へ一歩入る。空気が重く、ひどく湿っている。なぜか生温かいミルクの匂いもした。泣き声は続いている。だがなぜかベビーベッドの揺れ方と泣き声のリズムが一致しない。そして俺は気づいてしまった。声は近い。ベッドの足元から聞こえてくる。けれどベッドの中には赤ん坊の上半身が見えない。毛布の端を指先でつまんだその瞬間、泣き声がピタリと止んだ。部屋全体が息を飲んだような静けさに変わった。俺は肩で息をしながら毛布をそろりとめくった。だが中には何もなかった。赤ん坊の姿もない。あるのは小さな足だけの形に湿った跡がシーツに染みているだけだった。そして気づく。泣き声はベッドからではない。もっと低い位置から聞こえ始めていたんだ。俺の足元、右足の横で、お母さんと小さな声がした。その瞬間俺は反射的に後ずさり、ベビールームを飛び出した。扉を閉めると、向こう側の静寂が逆に不気味だった。俺が見たのは足跡だけ。それ以外、赤ん坊はいなかった。だがまだその時俺は気づいていなかった。あの声は赤ん坊の声じゃなかったことに。そしてこの夜こそが俺の人生で初めて誰かが消える瞬間を見る夜になるとはまだ何も思っていなかった。ベビールームから逃げ出した俺は一度深呼吸をして気持ちを落ち着かせようとした。だが胸の奥でざわざわした嫌な感覚が収まらなかった。さっき聞こえたお母さんという声。あれは赤ん坊が出す音ではない。舌の動かし方も語尾の伸ばし方も明らかに幼児の言葉だった。にもかかわらず部屋にいたのは赤ん坊の足跡だけだった。
俺は怖さを押し隠すように建物の外の空気を吸い込んだ。だが落ち着く暇もなかった。建物の壁沿いを歩くと足元が突然湿っていることに気づいた。アスファルトに小さな水の跡が点々と続いている。その形は裸足の子供の足跡。さっきベビールームで見たサイズと全く同じ。まるで俺を追うように建物の角を曲がり、駐車場の裏へ伸びていた。この時点で帰るべきだった。だが俺は妙な不安に突き動かされた。誰が一体置き去りにしたんだ。保護した方がいいのかな。怖さより知らない子供を放っておけないという気持ちの方が勝ってしまった。足跡は裏の自動販売機の前で止まっていた。そこは明かりがほとんど届かず、街灯の白い光が薄く落ちるだけの暗い場所。風に揺れる落ち葉が足跡の先を隠すようにカサッカサッと音を立てている。その瞬間、自販機のスピーカーが突然キーという高いノイズを鳴らした。俺はビクッと肩を跳ねさせた。次の瞬間、ノイズに混じってはっきりと聞こえた。お母さん、まだ？声は自販機の裏側から聞こえた。俺はゆっくりと覗き込んだ。自販機の裏は細い隙間になっており、大人の肩幅では入れないほど狭い。そこに人が隠れるのは不可能だ。だがそこは濡れていた。水ではなく、もっと生ぬるいミルクのような匂いが混じった湿気。そして暗闇の奥で小さな指の先だけが動いた。白くて細い指先。子供のものにしか見えない。そこにいるのか？と声を出した瞬間、自販機の裏からささっと誰かが走り出した。足跡はない。音だけが高速で移動していく。まるで空気そのものが走っているような速さだった。逃げた方向を見ると、建物の反対側へ伸びる通路に濡れた足跡がまた続いていた。完全に導かれている。怖かった。だが目を離したら危険な気がした。俺は足跡を追った。通路の突き当たりで足跡はふっと途切れた。そこで立ち止まった俺の耳元に真横から声が落ちてきた。ねえ、見て。俺は反射的に振り向いた。誰もいない。だが俺のすぐ横の壁に濡れた手形が一つあった。小さな手、子供の手。まだ湿っていて雫がゆっくりと垂れていた。この瞬間俺はようやく気づいた。これは迷子でもなく、誰かに捨てられた子供でもない。ここにもともといる何かが俺を誘っている。そして最悪なことに、俺以外にもその誘いに反応した人物がいた。駐車場の方から一台のミニバンがゆっくりとこちらへ近づいてきた。運転席の男性が窓を開け、不安げに俺に声をかけた。すいません。今子供が走ってませんでした。うちの子が急にいなくなったんですよ。胸が嫌な意味で大きく跳ねた。消えるのはこの人の子供だ。俺はそう確信した。運転席の男は青ざめていた。後部座席にはチャイルドシートだけがポツンと残っている。そこにあるはずの気配が完全に消えていた。一瞬だけ目を離したらいなくなってて、多分あの子ですよね。走っていきませんでした。
あの子、その言い方が妙に引っかかった。俺は必死で言葉を探しながら震える声で答えた。走っていたのは子供じゃないですよ。追わない方がいいです。ここは。最後まで言えなかった。男が突然車から降りたからだ。彼の視線の先、通路の奥、俺が見た濡れた足跡の最後の地点をじっと見つめていた。そしてそこから聞こえた。お父さん？男は反射的に駆け出した。待って、そっちは！叫んでも遅かった。男は通路の角に飛び込み、俺の視界から消えた。次の瞬間、ガンと何か硬いものが倒れる音が響いた。俺は走り寄った。通路の角を曲がると、そこには誰もいなかった。男の姿も足音もない。ただ壁に濡れた小さな手形が二つ並んでいた。まるで何かを掴んで引きずり込んだような高さ。そして耳の奥であの声が鳴った。連れて行くね。ささやくような幼い声。ひどく嬉しそうに聞こえた。俺は血の気が引き、周囲を見回した。出口、通路、駐車場、どこにも異常はない。ただ一箇所だけ、ベビールームのドアの小窓だけ、うっすら曇っていた。近づくと曇ったガラスの向こうで、小さな手形がスッと消えた。俺は扉を開けなかった。開けたら何かがいるのは分かっていたからだ。そしてしばらくして通報が入り、警察と管理会社が駆けつけた。だが男とその子供は最後まで見つからなかった。防犯カメラにはどちらの姿も映っていなかった。調査の途中、警察が俺にだけ教えてくれたことがある。実はな、ここ10年以上前にも子供の失踪があったんだ。ベビールームで母親が一瞬目を離したら、足跡だけ残して消えたって。俺は凍りついた。最後にベビールームを確認した職員が言った言葉が今も忘れられない。ベッドの中にさ、小さな濡れた跡があったんだよ。まるで誰かがまた戻ってきたみたいに。その夜を境に、俺は二度と深夜のサービスエリアに寄っていない。なぜなら、あの曇った小窓を思い出すたびに、今も聞こえる気がする。お母さん、見つけた。誰かの耳元で、赤ん坊より少しだけ大きい声が。心霊スポット巡りの帰りに寄ったあのドライブイン。思い返すたびに、俺はあそこに入った時点で終わっていたとしか思えなくなる。その夜、俺と遠藤と工藤、そして田口の4人は郊外の古い廃集落を目指していた。地図にもほとんど情報が載っておらず、地元民の話でも近づかない方がいいとされる場所だった。道路沿いには空き地が並び、窓はどれも黒く、誰かが覗いていそうな、そんな気配がずっとつきまとっていた。廃集落の中心には小さな神社の跡があり、鳥居は半分倒れ、祠は土に飲まれかけていた。俺たちは懐中電灯で照らしながら奥に進んだ。風がないのに
竹林だけが揺れていた。その揺れ方が不自然で、4人同時に足を止めた。田口が突然、後ろを振り返った。今、足音したよね。そういう声は震えていた。だが、工藤はライトを振りながら、獣だろと軽く流した。それでも暗闇の向こうから聞こえた音は二足歩行のそれだった。重さが人間に近い。一定のリズムで土を踏む気配が途切れず続いた。祠の裏に回ったとき、遠藤が小さく息を飲んだ。何かを見たのか、手が震えている。問いかけても答えず、ただ一点だけを凝視していた。後で本人に聞いても、その部分だけ記憶が抜けている。そう言われた。嫌な空気のまま戻ろうとしたが、来た道が分かりづらく、少しだけ迷った。その間ずっと俺たちの後ろから一定の距離を保つ何かの気配だけがついてきていた。ようやく道路に出たとき、田口は小刻みに震えていた。ねえ、ちょっとどっかに寄ろその声を聞いた瞬間、俺たちの視界に小さな明かりが見えた。山のカーブの先、ポツンと浮かぶ古びたドライブインの明かりだった。4人とも心の奥底でこう思った。あそこにさえ寄らなければと。駐車場に車を止めた瞬間、エンジンの音が不自然に長く尾を引いた。切ったはずなのに低いうなりが一拍遅れて消える。4人とも何も言わずに、ただ顔を見合わせた。建物は古い。看板の文字は剥げ、店名は読めなかった。それでも中は明るく、ガラス越しに人影が動いているのが分かった。営業している。少なくともそう見えた。中に入ると空気が妙に湿っていた。冷房の効いた感じではなく、洞窟に近い。床は乾いているのに、足の裏だけがじっとりとする。客はまばらだった。カウンターに2人、奥のテーブルに1組。全員うつむいたまま顔を上げない。店員の姿は見えず、厨房から食器の触れ合う音だけが聞こえていた。田口が俺の袖を引いた。ねえ、さっきから後ろ見られてない？振り返っても誰もこちらを見ていない。なのに視線だけが残っている感覚が消えなかった。工藤が水を取りに行こうと立ち上がった瞬間、カウンターの客が同時に顔を上げた。動きが揃いすぎていて人間の反応ではなかった。その顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。目は合っているのに誰の視線とも噛み合わない。焦点が俺たちの後ろに合っている。遠藤が小さく息を吸い、震える声で言った。まだ
ついてきてる。意味を聞き返す前に、厨房の奥で何かが落ちる音がした。金属が転がる乾いた音。続いて床を擦るような重い音が近づいてくる。のれんの下から影がにじみ出した。人の形に見えるが、視界が曖昧で床に溶けている。影は入り口の方向ではなく、一直線に俺たちの席へ向かって伸びてきた。田口が声を押し殺してこう言った。あれ、さっきの場所で感じたのと同じ。心霊スポットで背後にいた何か。それが形を変えてここまで来ている。俺ははっきりと理解した。この店は逃げ込む場所ではない。追いつかれるための場所なんだ。影は床を這うように伸び、俺たちの足元で止まった。触れていないのに空気だけが一段重くなる。息を吸うと喉の奥に鉄の味が残った。工藤が立ち上がろうとした瞬間、影が跳ねた。床から壁へ、壁から天井へと張り付き、店内の明かりを歪める。照明の輪郭が伸び、客たちの影が同時に揺れた。その客たちがゆっくりと席を立った。足音はしない。代わりに服の擦れる気配だけが近づいてくる。顔は見えない。首の角度が一定で、視線が俺に集まっているのだけは分かった。遠藤が俺の腕を掴んだ。その力が強すぎて指の感覚が残る。来てる。俺じゃない。お前にだ。理由を聞く前に背中に冷たいものが触れた。服の内側をなぞるようにゆっくりと。触られた場所だけ音が遠のく。工藤の声も田口の息遣いも別の部屋から聞いているようだった。田口が叫ぼうとして声が出なかった。口は確かに動いているのに、音だけが抜け落ちているんだ。その代わり、店内の奥で低い呼吸音が重なった。ふ、ふ、と同じリズム。心霊スポットで聞いた足音と同じ感覚だった。俺の視界の端で遠藤が首を振った。何かを見ないようにしている。影が俺の肩に集まり、形を結び始めた。人の上半身に近いが、顔の位置が定まらなかった。目があるはずの場所が何度もずれる。工藤が俺を引っ張った。外だ。今なら離れる。その瞬間、店の入り口のガラスが曇った。外から手形がゆっくりと浮かび上がる。数は一つなんてもんじゃない。重なり合い、俺の肩の高さで止まったんだ。田口が震える声で言った。選ばれてる。
なぜ俺なのかはわからなかった。ただ背中の冷たさがもう触れている段階を過ぎていることだけはわかった。そして影は俺の影と重なった。影が俺の影と重なった瞬間、体の輪郭が一度だけぶれた。自分の腕なのに重さの位置が合わない。肩から先が俺ではない何かに引っ張られていく感覚だけが残った。工藤が引き戻そうと俺の腕を掴んだが、その手ごと影が吸い寄せられた。指のかかりが空を掴んだように軽くなり、工藤は驚いた顔で手を離した。触れているのに掴めない。影の表面がまるで膜のように俺を覆っていた。客たちが一斉にこちらへ向き直った。顔は見えないのに全員の視線だけが俺に集まっていた。目があるはずの位置が空洞のように暗く沈み、奥の方で何かが動いた。田口が泣きそうな声で、もう、出ようよ。と言い、遠藤は俺の背中に手を当てた。だが、背中に触れた遠藤の手が俺の皮膚に吸い込まれかけた。すぐに引き戻したが、その手のひらには黒い影の跡が薄く残っていた。店内の照明が一度だけ明滅し、奥から聞き慣れた音が響いてきた。心霊スポットで聞いたあの二足の足音。後ろをついてきた何かが形を持ってここに来ている。入り口のガラスが曇り、無数の手形が現れた。それらはすべて俺の肩の高さで止まり、じわりと滲んで形を変えた。その中心が俺だった。その瞬間、工藤が叫んだ。おい、走れ。このままじゃ。言葉の続きを聞く前に、俺の首筋に冷たい重さが落ちた。影の手のようなものがまるで乗ったかのように、体の重心が引きずられ、視界が暗くなる。そして耳元で低い声がした。ずっと見てたよ。心霊スポットで後ろに立っていた何か。あれが最初から俺を見ていた。次の瞬間、体が勝手に動き出した。自分の足なのに歩幅が自分のものではない。歩くたびに何かが肩の中に入り込んでくる。工藤が腕を掴んで引き止めたが、俺の体は微動だにしなかった。笑い声とも呼吸ともつかないという音が俺の胸の内側から聞こえてきた。俺は口を開いた。動かしているのが俺じゃないとはっきりと分かった。その口から出た声は自分の声帯を使っているのに知らない誰かの声だったんだ。帰るよ。お前らもついてきたろ。工藤も遠藤も田口も
その場で固まった。声が俺の声じゃなかったからだ。気づくと店の入り口の手形が一つだけ残っていた。俺の肩の位置と全く同じ高さで。今も時々肩が重くなる。誰も後ろにいないのに呼びかけるような息が耳元にかかる。あの夜ついてきた何かはまだ俺の中にいるんだ。あの夜の異様な静けさは今思い返しても胸の奥に重く残っている。深夜のシフトに入って3年、裏手の小さな祠なんて気に留めたことは一度もなかった。なのにあの夜だけは違った。巡回で裏へ回り込んだ瞬間、視線が勝手に祠へ吸い寄せられた。照明の死角に沈んでいるはずなのに、そこだけ影が濃く、湿ったような艶まで見えた。空気も変わっていた。風が止み、油の匂いも薄れ、耳の奥に何かの気配だけがまとわりつく。砂利の上なのに、足元の音がやけに吸い込まれ、靴の裏が沈むような感覚があった。歩き出そうとした時だ。背中に視線が張り付いた。誰もいないのに、誰かが真正面に立っている時と同じ圧のある視線だった。振り返っても無人。それでも気配だけが残り、胸の奥がゆっくりと冷えていくのが分かった。逃げるように事務所へ向かった瞬間、照明が2度だけ短く明滅した。光が揺れた瞬間、祠の前に白い皿が一つ置かれていた。そんなもの、昨日まではなかった。けれど、置かれているというより、さっき現れたという方が近い気味の悪さがあった。翌朝気になって祠を見に行くと、皿は3枚に増え、すべて割れていた。割れ口だけがやけに白く、内側から押し広げられたような壊れ方をしていた。あの割れた皿を見た翌日から、裏手の空気はさらに変わった。昼間でも薄暗く、祠の周りだけ風向きが逆になっているように感じた。最初に気づいたのは、給油中のわずかな違和感だった。客の車の影が地面に落ちた瞬間だけ、二つに割れて見えたんだ。照明の角度では説明がつかない形で、片方はずっと祠の方へ伸びていた。胸が詰まるような嫌な気配を抱えたまま巡回に出ると、裏の砂利に新しい足跡がついていた。大人のサイズより少し小さい裸足の跡が、祠へ向かって一直線に伸びていた。雨も降っていないのに、跡だけ濡れているように黒く沈んで見えた。その足跡の最後は、祠の前で途切れていた。まるで地面の中へと沈み込んだように。その瞬間、背後の空気が急にあったかくなった。冬の深夜勤務に慣れた体には不自然な温度で、誰かが至近距離で息を吐いたような湿り気を帯びていた。俺に振り返る勇気はなく、肩が勝手にすくみ上がった。意を決して体を回すと、祠は静かなままだった。しかし、視界の端に白いものが揺れた。鳥かとも思ったが、形が違う。布のように見えたが、風は吹いていない。近づくほどに、その白いものは祠の柱に沿うように立っていた細い腕だと分かった。
皮膚の色が中光色のライトに溶け込み、輪郭だけが浮いている。静止しているのに、こちらを向いている感覚だけが強く伝わってくる。背中に冷たい汗が流れ、逃げるように事務所へと戻った。ドアを閉めた後、ガラス越しに裏を確認すると、腕らしき影はもうなかった。だがその直後、休憩室の窓がコツッと一度だけ軽く叩かれた。誰もいない裏側から。あの夜以来、祠の前を巡回するたびに耳の奥で湿った音が鳴り始めた。何かを叩くような、地面を掘るような一定ではない不気味な音。聞いているだけでも体温が奪われるような嫌な響きだった。そして気づいた。その音は祠の下から聞こえている。祠の下から響く湿った音は深夜になるほどはっきりしていった。地面を叩くような、何か硬いものが土を削っていくような、そんな音。思い返すほどにわかる。あれは外側から内へ向かう音ではない。内側から地上へ出てこようとしている、そんな音だった。その夜、ついに音が止んだ。代わりに、祠の前の空気が盛り上がった。ライトの光がその膨らみを照らし、表面が湿った泥のように光った。背中を押されるように視線が吸い寄せられ、足が勝手に祠の方へと向いた。止まれない。呼吸も浅くなり、足音だけが大きく耳へ響く。祠の前に立った瞬間、土の膨らみがわずかに開いた。濡れた黒い筋が覗き、そこから細い指が一本、ゆっくりと伸びてきた。土をかき分ける力は弱いのに、動きだけははっきりと人のものだった。指は地面に触れ、次に2本目が続いた。そこから先は早かった。爪の先で土をかき、祠の前へ出ようとしているのがわかる速度で這い上がってくる。逃げ出したいのに膝が固まった。視線だけが土の裂け目へ吸い寄せられ、呼吸のたびに喉が鳴る。やがて土の中から腕が一本抜けた。細く、白く、皿の割れ口と同じ白さをしていた。その腕が地面を探るように左右へ動き、指先が俺の靴へ触れようとした。その瞬間、照明が大きく明滅した。光に照らされたわずかな間、土の裂け目から覗いた何かの顔が俺を見ていた。湿った泥に半分埋まった目だけが黒く沈んだ顔。明滅が収まった時にはすべてが土の中へ消えていた。祠の前には白い皿が一つだけ置かれていた。割れていない皿。今までのものとは違い、そこの内側に濃い指の跡が5本くっきりついていた。だが翌朝、その皿は消えていた。代わりに裏の砂利に裸足の跡が一つ、俺の車へ向かってまっすぐ伸びていた。あの日のことを思い返すと胸がざわつく。観光地で写真を撮っていただけなのに、帰り道で事故に遭う理由が自分でも分かってしまったからだ。友人2人と俺は山の観光地にある有名な神社へ立ち寄った。パワースポットとして人気らしく、長い石段の先に古い社が建っている。夏の終わりで人も少なく、風だけが妙に冷たかった。本殿の横には使われていない小さな祠があった。観光客が置いたらしいお守りや
落書きが並んでいる。友人が面白半分で写真を撮り、俺もスマホを構えた。シャッターを押した瞬間、画面の端に白い指みたいなものが映った。人の腕ではない。かすかに透け、指先だけこちらに向けられていた。おい、今の見た？友人に見せようとして写真を確認すると、白い指はもう消えていた。気味が悪かったがすぐに山を降り、車に乗った。助手席のドアを閉めたとき、冷たい空気が一気に流れ込んだ。窓は全部閉めているのに。車が動き出すと、カチッとシートベルトの警告音が鳴った。後部座席の右だけ。誰も座っていないはずの場所で赤いランプが点滅していた。え？なんで？運転席の友人が首をかしげると、ランプは勝手に消えた。まるで付け直したかのように。嫌な胸騒ぎがあった。それなのに俺たちは、センサーの誤作動だろと軽く流してしまった。山道を抜けて国道へ出た頃、車内で妙な音がした。助手席の足元から布をこするような、スルッ、スルッという音。最初は気のせいだと思ったが、俺の足の甲あたりを冷たい何かが撫でていく感覚がした。ゾワッと鳥肌が立った。それと同時に車のミラーに妙なものが映った。後部座席、ヘッドレストの少し後ろの空間がわずかに沈んで見えた。誰かが座っている時と同じ沈み方だった。なあ、後ろ。声が震えた瞬間、車が急に横へ揺れた。ハンドルは触っていない。何かが車体を押したような力だった。その直後だった。ガードレールが近づいた。ブレーキが間に合わないほどの速さで車体が傾き、視界が白く弾けた。俺の耳に最後に聞こえたのは、まだだよ。という声だった。目が覚めたとき、俺は救急車の中にいた。サイレンの音が遠くで揺れ、胸の奥がじんじんと痛んだ。ぼんやりと視界が戻ると、隣にいたはずの友人の姿が見えなかった。あれ？俺の友達は？かすれた声で聞くと、救急隊員が一瞬だけ表情を硬くした。一人は軽傷だ。もう一人は意識が戻っていない。静かな声だった。頭が真っ白になった。事故の瞬間が何度もフラッシュバックする。助手席の横から聞こえた声。足元を撫でていた何か。そして車を押したような力。あれは本当に俺の空耳だったのか。病院に運ばれて検査室で待っている間も、耳の奥であの布をこする音だけが消えなかった。その日の夜、病院のベッドで横になっていると、事故現場を調べた警察官が病室まで来た。君たちの車さ、妙な跡が残っててな。警察官はタブレットの写真を見せてきた。車の助手席側のドア、そこに細い指でベタッと押し付けたような跡が残っていた。5本指ではない、3本。少しだけ曲がっている。動物かなと思ったんだけど、位置が高すぎるんだよ。人の肩くらいの高さにあった。警察官も首をかしげていた。背筋が冷えた。指の形、高さ、押し付けられた跡。間違いなくあの神社の祠で見た白い指と同じだった。
あと、気になることがあってね。警察官は写真をスライドした。事故現場のガードレールに泥で描かれたような跡があった。ここじゃない。まるで誰かが強く引っかいて書いたような歪んだ字だった。お前たち、何か見たか？警察官は真剣な目で聞いてきた。言えるはずがなかった。祠の前で撮った写真は、誰に見せてもただの空の風景で何も写っていない。白い指も透明な影も全部消えていた。ただ一つだけ確信できたのは、俺たちは本当に何かを連れ帰ってしまったという事実だった。その夜、病室のカーテン越しでカチッカチッという音が鳴った。シートベルトの警告音と同じあの短いリズム。ベッドの左側、誰もいない場所から聞こえていた。目を閉じてやり過ごそうとしたが、すぐに分かった。あの音は助手席の横にいた何かがまだ離れていないという合図だった。病院の消灯時間が過ぎた頃だった。部屋の明かりが落ち、廊下の足音が遠くなる。静かすぎる空気の中で、さっきから聞こえるカチッカチッという音だけが続いていた。あのリズム、あの高さ、助手席で鳴っていたシートベルトの音と全く同じだった。目を開けると、病室の天井がぼんやりと白く浮かんでいた。カーテンが風もないのにゆっくりと動いた。そこに、誰かいるの？自分でも驚くほど声が震えていた。返事はなかった。けれど確かに気配が近づく音だけがした。布をスラスラ引きずるような小さな音。ベッドの脇で何かが動いた。恐る恐る顔を向けると、暗闇の中で沈んだ影が形を作っていた。人の形ではない。肩が妙に高く、指が異様に長く、一つ一つの関節が細く折れ曲がっている。その影はずっと俺の方を向いていた。事故の瞬間に助手席で聞こえた声。まだだよ。あの声が耳によみがえった。その影がゆっくりと腕を伸ばし、病室の床に触れた瞬間だった。シートベルトの音がベッドのすぐ横で鳴った。存在しないはずの助手席が俺の病室の中に再現されたように。胸の鼓動が耳まで響いた。体が固まった。影はベッドの端に座った。薄暗い中、布団が沈む。まるで誰かが腰をかけたように重く沈んだ。俺は一瞬で理解した。あれは祠にあった祀られていない存在で、俺に張り付くために観光地からついてきた。事故を起こしたのではなく、事故の直前俺を乗せるために揺らした。次の瞬間、影がゆっくりと顔を近づけてきた。目も鼻も口もわからない面白い面。祠で写真に写りかけた白い指と同じ質感。そして耳元ではっきり聞こえた。まだ連れて行ってない。全身が凍りついた。一気に呼吸が浅くなる。その時病室のドアが勢いよく開いた。看護師が慌てた様子で入ってきた。ちょっと、起きてますか？さっき心電図の反応が急に下がって。看護師がライトをつけた瞬間、影は一気に薄くなり、床へ沈むように消えていった。だが消える前、床に残された跡だけは見えた。細い三本指の跡がベッドの方へ向かって引きずられていた。
看護師は気づいていなかった。だが俺には分かった。あれはまだ助手席に座ったまま俺を迎えに来ている。退院して帰る車に乗った瞬間、また隣に座るつもりだ。そして次こそ連れて行くつもりだ。俺はまだあの日の観光地から帰れていない。あの日のバスツアーで最初に違和感を覚えた瞬間は今でもはっきりと覚えている。港に誘われて参加した旅は本来ならただのんびり景色を眺めるだけのはずだった。けれどその日の空気はどこかでねじれていた。乗客は俺と港以外ほとんどが中高年で静かな旅になると思っていたのに、最初の休憩を過ぎたあたりから車内の空気が急に重くなった。後ろの席の老夫婦が同じ方向を見続けていて、まるで何かに引っ張られるように目だけが揺れていた。港が俺の腕をつつき、運転席の上を指した。デジタル時計が15分遅れていたんだ。搭乗員は、さっきまでは正常だったんですが、と小さく首をかしげた。道路の端には白い反射が一定の間隔で現れ、その度にバスがわずかに跳ねた。舗装のせいにはできないほど規則的で、むしろ何かを踏んだような感覚が残った。運転手がバックミラーを見る回数も増え、港は、後ろ、やばくないか？と言ったが、俺にはただ単調な山の斜面が続いているようにしか見えなかった。その時、添乗員が突然マイクを握った。予定を変更して、ここで休憩いたします。予定表にはない場所だった。バスがゆっくりと減速をし、前方に古びた建物が浮かび上がった。看板はなく、外の明かりもないのに、内部だけがぼんやりと光っていた。あの日、ここからおかしなことが始まったんだ。バスが完全に止まると、車内は不自然なほど静かになった。エンジンの音が消えた瞬間、さっきまで感じていた揺れが嘘のようになくなり、耳の奥が詰まったような感覚だけが残った。添乗員は、15分だけ休憩です。と言い、先に降りていった。俺と港もそれに続いたが、足に地面をつけた瞬間、空気がひどく冷たいことに気づいた。夜でもないのに山の影が妙に濃く、周囲の音が吸い取られているようだった。建物は確かにドライブインだった。だが近づくほどに違和感が増していく。窓はあるのに中の様子が見えず、入り口のガラスには反射しか映らない。それでも中からは人がいる気配が確かにした。話し声ではない。食器が触れ合うような乾いた音だけが一定の間隔で
響いていたんだ。中に入ると照明は薄暗く、客席には数人の影が見えた。さっきまで同じバスに乗っていたはずの老夫婦がもう席に着いている。それだけではなく人数が合わないんだ。降りた時より明らかに人が多かった。それに湊も気づいたらしく、小声で数を数え直していた。誰も騒がない。不思議なくらい全員がこういうものだと受け入れているようだった。壁に貼られたメニューは文字が薄れ、何が書いてあるのか読めなかった。それでも厨房の奥から調理をしている気配だけは続いていた。その時、背中の方で椅子が引かれる音がした。振り向くと、さっきまで立っていたはずの添乗員がいつの間にか客席に座っていた。目が合った瞬間、なぜか強く思った。ここは寄る予定じゃなかった。添乗員は椅子に座ったまま微動だにしなかった。腕は下に垂れ、背筋だけがまっすぐで、店内の薄明かりに輪郭が浮かんでいた。俺が声をかけようとした瞬間、湊が袖を引いた。おい、見ろよあれ。客じゃない。視線の先、窓際の席に座る数人の影は、体の向きが全員全く同じ方向だった。店の奥ではなく、入り口でもなく、バスが止まっている方でもない。意味をなさない方角へ、顔だけをゆっくり向けていた。そして動かない。店内は調理音だけが響き続けているのに、厨房には人影が見えなかった。奥ののれんは風もないのに揺れ、皿が重なる乾いた音が途切れなかった。湊が囁いた。なあ、さっきの老夫婦、ずっと外を見てたよな。でも今は全然違う方向を向いている。てかさ、あれ、老夫婦じゃないだろう。確かに服装こそ同じだが、背中の厚みも髪の量も一致しなかった。まるで同じ枠に別の何かがはめ込まれたような不自然なシルエットだった。俺たちは席には着かず、入り口に近い棚の影へと移動をした。そこから厨房の奥が少しだけ見える。のれんの向こう、薄い影が4つほど並んでいた。足がなかった。浮いているのではなく、床とつながっていない。影だけが漂い、規則的に前後へ揺れていた。その瞬間、湊が小さく息を飲んだ。あれ、後ろ、誰もいないぞ。振り返ると、他の乗客が一人もいなかった。さっきまで十数人はいたはずの空間が、まるで最初から空席だったかのように静まり返っていた。添乗員の姿も消えていた。椅子だけがわずかに揺れている。
異常が確信に変わったとき、建物の外から音がした。バスのドアが開く音だ。俺は湊と目を合わせた。逃げるなら今しかない。バスのドアが開いた音がした瞬間、店内の空気が一段冷えた。逃げなければと分かっているのに足が動かない。湊は顔をこわばらせながらも俺の肩を押した。行こうぜ。ここにいたら戻れなくなる。出口に向かうとき、店内の影がゆっくりと首だけこちらへ向けてきた。角度がどれも同じで人間の動きではなかった。振り返った瞬間に見た厨房の奥では足のない影が全員のれんの隙間からこちらを覗いていた。外は静かだった。山の風も鳥の声も車の音もない。バスだけがポツンと止まり、乗車口のライトが弱々しく灯っていた。乗るしかなかった。俺たちは走り、段差を踏み越えるようにバスへ駆け込んだ。だが車内は空だった。乗客も添乗員も運転手もいない。座席はすべて整えられ、誰一人そこに座っていた痕跡がなかった。湊が震える声で言った。なあ、本当に俺ら、ここに着くまで一緒だったよな。いたよ。絶対にいた。そう言い切った瞬間、バスのライトが勝手に点灯した。同時にエンジンが低くうなり、ドアが閉まった。運転席には誰もいないのに、ゆっくりと前へ転がり始めた。止めようと近づいた時だった。運転席のミラーに人影が映った。バスの外、店の入り口に立つ細い影。見覚えがあった。さっき店内で動かなかった老夫婦の形をした何かがこちらをじっと見ていた。その後ろにもう一つの影が伸びていた。添乗員のそれだ。首が角度のままで戻っていなかった。俺は湊の腕をつかみ、座席に倒れ込むように身を低くした。バスは勝手に発進し、そのまま参道へと戻っていった。店は一瞬で闇に沈み、ライトの中から影が伸びて追いかけてくるように見えた。あれから数日経つ。ツアー会社に連絡をしても、俺たちが乗った便は記録にない、そう言われた。参加をした乗客の名簿にも、俺たちの名前はどこにもなかった。あれは今から3年前の秋だった。仕事の都合で夜遅くなり、そのまま帰るのが面倒になって、山道沿いの小さな道の駅で車中泊をすることにした。昼間は観光客も来るらしいが、
その時間帯には自分の車しかなかった。駐車場は広いのに街灯はまばらで、エンジンを切ると一気に周囲が沈黙する。俺はラジオを消し、エンジンキーを回した瞬間、妙なことに気づいた。静かすぎたんだ。山の中なら虫の音や風の音があるはずなのに、何も聞こえない。無音というより、音が吸い取られているような感覚だった。気味が悪くなり、もう一度エンジンをかけようかと思ったが、疲れの方が勝った。俺はシートを倒し、目を閉じる。だがしばらくして違和感に気づいた。車の外を何かが動いている気配があった。足音は聞こえない。ただ、車体のすぐ横をゆっくりと回っているような気配だけが続いていた。窓の外を見ようとしてやめた。なぜか見てはいけないと直感したからだ。それでも気配は消えなかった。フロントから助手席側、後部、そして運転座席側へ。一周、また一周。おかしいことは一人分ではないことだった。気配が重なる瞬間がある。まるで複数の何かが同じ軌道をなぞっているようだった。俺は耐えきれずスマホを取り出して時刻を見る。午前2時を少し過ぎたところで画面の光が車内を照らした瞬間、外の気配がピタリと止まった。その代わり、今度は車のすぐ後ろに立たれている感じがした。俺は息を潜めたままエンジンキーに手を伸ばした。その時、バックミラーに黒い影が一つ映り込んだ。反射的に目を閉じた。次に目を開けた時、朝になっていた。何事もなかったかのように見えたが、車を降りた瞬間、足が止まった。タイヤの周囲に人の足跡が円を描くように残っていたんだ。一方向だけではない。何重にも何人分も。そして不思議なことに、その足跡は車の真後ろだけ一直線に立ち止まっていた。まるでエンジンを切った瞬間を待っていたかのように。足跡を見た瞬間、背中が泡立った。円を描くように残された跡は、明らかに人のものだった。獣の足ではない。靴底の溝まではっきりと残っている。それも一人分ではない。大小違う足跡が同じ距離を保ったまま車の周囲を何周もしている。ただ奇妙な点が一つあった。足跡の向きがすべて内側を向いていた。車の外から来て回った形ではない。最初から車を囲むように配置されていたように見えた。
嫌な想像が頭をよぎり、すぐに車に戻った。ドアを閉め、エンジンをかける。一発で始動したが、その瞬間、また昨日と同じ違和感が戻ってきた。音が消えた。エンジンの音は聞こえているのに、外界だけが切り取られたように静まり返る。サイドミラーを見ると、さっきまであった足跡が見えなくなっていた。俺は焦って窓を少しだけ開ける。冷たい空気が入り込んできたその直後だった。車の後ろでゆっくりと何かが立ち上がる気配がした。ミラーには映らない。振り向いても何も見えない。なのに確実に立ったと分かった。背の高さが変わる感覚。圧迫感がじわじわと車内に染み込んでくる。俺は耐えきれずアクセルを踏み込んだ。車は動き出すが、バックミラーの端で影が追いついてくるのが分かった。速度を上げても離れない。不意に後部座席の天井からミシッと小さな音がした。重みが屋根の上に乗った感触がある。ルームミラーに映ったのは車内ではなく、天井越しにこちらを覗き込む影だった。目があったと思った瞬間、エンジンが突然止まった。ヘッドライトもナビもすべて落ちる。完全な暗闇の中で耳元のすぐ後ろから息の音がした。それは吸う音でも吐く音でもない。数を数えるような一定の感覚だった。1、2、3。数え終わった瞬間、ドアノブがゆっくりと回された。力は入っていない。ただ逃げられているだけだった。逃げ場がないと思った瞬間、後部座席の天井がゆっくりと沈んだ。屋根の上にあった重みがそのまま車内に入り込んでくる感覚だった。声を出そうとして出なかった。息を吸うと喉の奥に冷たい空気がたまる。その時、不意にエンジンがかかった。誰もキーに触れていない。なのにセルが回り、ライトがついた。光が戻った瞬間、後部座席の気配も屋根の重みも一斉に消えた。俺は逃げるようにアクセルを踏み、そのまま山道を下った。家に着いた頃には空が白み始めていた。それから数日、あの夜のことを考えないようにして過ごしてはいたが、どうしても気になってしまい、もう一度あの道の駅を調べてみた。地元の古い掲示板に短い書き込みが残っていた。昔あそこは仮の安置場所だった。山で見つかった人を一晩だけ置く場所。
エンジンを切ると数を数えられる。その理由も書いてあった。あの場所では動かないものを見分けるために数を数えるんだと。呼吸があるか、反応があるか、まだ乗れるかどうか。そして最後にこう続いていた。エンジンがかかるのはまだ使えると判断された時だけ。それを読んだ直後、自分の車のドアロックが鳴った。1回、2回、3回。ドアの数より1回多く。今でもエンジンを切るたびに、あの感覚で数を数えられている気がする。